こんにちは、オズビーです。今回は建築などで使えるツタをその場で回収できるツタ収穫ファームの作り方のご紹介です。必要な材料はこちらになります。ブロックなどの素材は燃えるものを使用しないので、お好みの素材をご使用いただいても大丈夫です。ツタは21個なくても成長した際などに、追加で設置していけば OK なので大丈夫です。アイテム数には数え間違いなどもございますので、あくまでも目安として参考にしてくださいね。では作り方の方へ移りたいと思います。今回の装置は縦11マス×横11マスの範囲で作成します。まず最初に横にマスを深さ2段で掘って、その中にラージチェストを設置します。チェストの後ろの2マスも深さ2段で掘っておいて、接続するようにしゃがみながらホッパーを設置します。正面から見てホッパーの右側から7マス分穴を掘って溝を作ります。溝の端に水を流しておきましょう。チェストの横から背面側にブロックを11個設置しておきましょう。11個目のブロックの端から直角方向にブロックを10個設置します。また方向を変えて正面側に反対と同じ長さになるよう10個ブロックを設置します。正面側にもブロックを設置して、チェストの上は1マス開けておきましょう。背面側1列にそれぞれ水を流しておきましょう。背面側から4個目のブロックの上に、仮ブロックを5段で積み上げておきます。5段目のこの部分に、追加で1つ仮ブロックを設置します。仮ブロックから内側に、ブロックを7個設置しておきます。この箇所に仮ブロックを2個設置します。また仮ブロックから内側に向かって、ブロックを7個設置しておきます。追加で仮ブロックを2個設置します。同じように内側に向かって、ブロックを7個設置しておきます。7個ずつ設置したブロックの正面側に、それぞれツタを設置しておきましょう。設置できたら仮ブロックは不要なので、すべての仮ブロックは壊しておきましょう。これで装置自体は完成となりますので、あとはツタが伸びるまで放置しておきます。ツタが水の上まで伸びてきたら、下から順番にハサミで刈り取りましょう。一番上のブロック部分を刈り取らなければ、永遠に伸び続けてくれるので残しておきます。刈り取ったツタは水流で流されて、このチェストに溜まるので回収しましょう。いちいち取りに行く手間がなくなるので、建築の際などにはここから回収できます。いかがでしたでしょうか？今回は使用頻度は高くないですが、使いたい時には重宝するであろう、ツタ収穫ファームの作り方のご紹介でした。使う方には需要があるかと思いますので、よかったら参考にして作ってみてくださいね。今回参考にさせていただきました方の動画は、概要欄にリンクがあるのでぜひご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひともチャンネル登録と高評価もお願いします。また他にも色々な装置やトラップの動画もあるので、よかったら概要欄などからご覧になってくださいね。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。